皆さんこんにちは。知ればもっと旅が楽しくなる交通の世界へようこそ。案内役のいろはです。今回は韓国インチョン国際空港のアシアナ航空ビジネスラウンジに来ています。これから日本へ帰るのですが、今回登場するのは特別な機体、航空ファンならずとも胸が躍るあの空の王者です。そう、総2階建ての世界最大旅客機エアバス A380 です。しかし皆さんご存知でしょうか。アシアナ航空がこの巨人を導入したのは2014年。世界的に見れば A380 ブームが落ち着き始めた頃に、あえてこの機体を6機も導入し、空飛ぶホテルとして大々的に売り出したことを、そして今なぜアシアナ航空は生産終了が決まったこの機体を維持し、あえて成田インチョンという超短距離路線に投入しているのか。そこには単なる移動手段を超えた航空会社の生き残りをかけたパズルのような戦略が隠されていました。今回はアシアナ航空 A380 の最高峰座席ビジネススイートを体験しながら、その栄光と迫り来る終わりの時について徹底的に深掘りします。それでは行ってみましょう。まずはラウンジで腹ごしらえです。さすがはハブ空港、広大で落ち着いた空間ですね。食事コーナーでひときわ目を引くのがこのカップラーメンタワー。辛ラーメンだけでなく辛くない天ぷらうどんなども完備。韓国らしいおもてなしです。搭乗時刻が近づいてきました。ゲートの窓越しに見えるあの圧倒的な巨体エアバス A380 の800です。窓が上下2段にびっしりと並ぶ姿はまさに空飛ぶマンション。ここで少し歴史的な視点から深掘りしましょう。 A380 はエアバス社がハブ&スポーク戦略を信じて開発した夢の機体でした。しかし時代は直行便重視のポイントトゥポイントへシフトし、4発エンジンの巨人は徐々に居場所を失っていきました。そんな中、アシアナ航空は2014年から2016年にかけてこの機体を計6機導入しました。当時アシアナは中長距離路線の供給力拡大を掲げ、 LA やフランクフルトといった看板路線に投入する切り札としたのです。ではなぜ長距離用の虎の子がここにいるのか。詳しくは離陸後説明します。いよいよ機内へ入ります。運命の分かれ道。今回はなんと1階へ進みます。通常 A380 のビジネスクラスは2階にあることが多いのですが、アシアナ航空には隠された最上級座席が存在します。それがこちら1階最前方に位置するビジネススイートです。見てください。この高い壁とスライドドア、完全に個室です。実はここもともとはファーストクラスとして販売されていた座席なんです。アシアナ航空は経営再建の一環でファーストクラスの設定を廃止しましたが、座席自体は撤去せずビジネススイートという名称でビジネスクラス運賃に追加料金を払う形などで開放しているのです。モニターにははっきりとファーストスイートの文字が。32インチの超大型モニターにフルフラットのベッド。これがビジネスクラス扱いで乗れるなんてとてもお得感があります。しかし機内食などのサービスはビジネスクラスと一緒になります。ちなみに2階席はビジネススマーティウムと呼ばれ、1-2-1配列のスタッガードシートが並んでいます。こちらも全席通路アクセスで快適ですが、やはり1階の元ファーストの重厚感とはレベルが違いますね。飛行機はインチョンを離陸。静粛性はさすが A380、驚くほど静かです。さて機体が安定したところで少しマニアックな話をさせてください。皆さんはジャンボジェットと聞いてどの機体を思い浮かべますか。そう、ボーイング747ですよね。実はこの A380 とボーイング747、同じ4発エンジンの超大型機に見えて、その設計思想は水と油ほどに異なります。ここを知ると A380 の悲劇的な運命がより鮮明に見えてくるんです。最大の違いは2階建ての構造にあります。ボーイング747は機体の前方だけが2階建てになっている、いわゆるコブがある形状ですよね。あれは将来の貨物転用を前提に機種をガバッと開けて貨物機として使えるようにというボーイングなりの保険をかけた設計だったんです。対して私たちが乗っているこの A380 を見てください。機首からお尻まで完全に総2階建てです。これは旅客の快適性を最大化するという意味では最強の設計でした。しかしこれがあだとなります。構造上重たすぎて貨物用の大きなドアを設置することが難しく、床の強度も貨物向きではありませんでした。つまり A380 は純粋な旅客機としてしか生きられない体に生まれてしまったのです。747は旅客機がダメなら貨物機になればいいという万能な潰しが効く機体でした。一方 A380 は旅客、それも超大量輸送に特化した一点突破の特化型機体。この逃げ道のなさが後の生産終了へのカウントダウンを早めることになります。
さらに大きさの規格も違います。747は世界の主要空港なら大体どこでも降りられるサイズに収められていました。しかし A380 は巨大すぎて空港側が滑走路や搭乗橋を専用に改修しなければなりません。空港を襟好みするという点でも A380 は非常に扱いが難しかったんですね。そんな扱いづらい巨人をなぜアシアナ航空は運用し続けているのでしょうか。そこにはアシアナ航空ならではの極めて巧妙な3つの生存戦略があります。1つ目は需要の波に合わせたダイナミックな配置転換です。実はアシアナ航空一年中ずっと成田に A380 を入れているわけではありません。彼らは最新鋭で燃費のいい A350 と巨大な A380 を使い分けています。通常機は A350 でコストを抑え、夏休みなどの超繁忙期に座席数が圧倒的に多い A380 を投入するのです。A330 なら約300人のところ A380 なら495人を一度に運べます。成田の発着枠はパンク状態ですから、便数を増やせないなら飛行機を巨大化させて一気に運ぶ。これぞ高需要機の成田線を支える大容量シャトルとしての役割です。2つ目は長距離ハブネットワークの強化です。この A380 成田へ行くだけが目的ではありません。成田からインチョンへ運び、そこからロサンゼルス、ニューヨーク、フランクフルトといった長距離路線へ乗り継ぐお客さんを大量に輸送しているのです。特に北米路線では A380 の高いブランド力が武器になります。短距離の成田線でパイプを太くし、インチョンからの長距離便を満席にする、まさにハブ空港の利点を最大化する戦術です。おっと、解説に熱が入っている間に機内食の時間です。見てください。この大きなテーブル。食事の内容は一緒ですが、元ファーストクラスのテーブルでいただく機内食は格別です。メニューは韓国料理の煮込み牛肉をチョイス。真っ白なクロスに陶器の器。短距離線でも一切の手抜きはありません。CA さんたちは広い機内を走り回るようにサービスしています。そのオペレーション能力の高さには脱帽です。食後はスライドドアを閉めて完全個室モードへ。本来なら10時間以上のフライトで眠るための空間を食休みのためだけに使うというこの背徳的な贅沢。これこそ短距離 A380 運用の醍醐味ですね。さて、もう少し深い話をしましょう。エアバスは2019年に生産終了を決定し、最終機は2021年に引き渡されて、初引き渡しの2007年からわずか約16年でラインが閉じられています。そもそもなぜ A380 はこれほどまでに早く生産終了となってしまったのでしょうか。冒頭でも触れましたが、1990年代エアバスはこう予測しました。今後20年で世界の航空需要は爆発的に増える。しかしロンドンや東京のようなハブ空港の発着枠は限界だ。だから一度に大量に運べる超大型機が今後の主流になるだろう。このハブ&スポークの未来を信じきって作られたのが A380 でした。しかし現実は残酷でした。実際に売れたのは予測の4分の1にも満たない約250機。なぜかそれはエンジンの進化がゲームのルールを変えてしまったからです。ボーイング787やエアバス A350 といった燃費の良い総発機が登場したことで、航空会社はわざわざハブ空港を経由して大きな飛行機に詰め込む必要がなくなりました。需要の小さな都市同士を直接結ぶポイントトゥポイントが主流になったのです。安くてどこへでも直行で行ける総発機の前では豪華だけど空港を選び満席にするのが大変な A380 はあまりにもリスクが大きすぎたのです。そんな中でここアジア市場は少し特殊な動きを見せました。実は A380 の全機数の約4分の1がアジア太平洋地域の航空会社で使われています。シンガポール航空や ANA、そしてこのアシアナ航空、アジアでは A380 を単なる輸送手段ではなく、ブランドの顔や特定路線の切り札として使う傾向が強いんです。例えば ANA はハワイ専用機として、そしてアシアナ航空はロサンゼルスや成田のように爆発的な需要がある時期と場所にピンポイントで投入する、いわば決戦兵器として活用しているんです。しかしこの戦略もいつまで続くかは分かりません。現在アシアナ航空は大韓航空との経営統合プロセスが進んでいます。大韓航空も A380 を持っていますが、世界的な流れ同様退役の方向です。先ほど話した通り A380 は貨物機への転用ができません。747のように旅客便を引退した後に貨物機として第2の人生を送ることができないのです。アシアナの A380 も統合による機材整理の対象となる可能性が高く、乗るなら今のうちと多くの航空ファンが危惧しています。かつて韓国第2の翼の象徴として導入された6機の巨人、2025年2026年とまだ運行計画はありますが、いつその翼を休めるか分かりません。今成田線で見られるこの姿は統合前の最後の輝きなのかもしれません。気がつくと窓の外に日本の田園風景が見えてきました。まもなく成田国
際空港に着陸します。たった2時間半のフライトでしたが、A380 の栄枯盛衰と生き残りをかけた芦穴の執念、そして元ファーストクラスの圧倒的な快適さをこれでもかと味わうことができました。皆さんももし機会があれば、この消えゆく巨人の背中に乗ってみてください。きっとただの移動ではない記憶に残る体験になるはずです。最後は電車に乗って現実へと戻ります。今回の動画はここまで。交通の世界は知れば知るほど面白い。この動画が気に入ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。